来た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 よっしゃよっしゃここしゃら。皆さんこんにちは、ホモサピです。いや汚ねえなおい、クソドブだな。ドブの中のドブ、キングオブドブ。今日はね網を持ってきてますんで、網でガサガサをしてなんか食べたいんですよ。最近ドブのもの食べてないんで体がなまってきちゃって、そろそろ食べたいんですけど、ドブすぎんだよな。すごい工業的な香りがするので、この食ったら多分ね死にますね。この皮はダメ。皮来ました。皮の土手、ススキが生えてますね。ススキ、あれねキャンプの時とか着火剤としてめっちゃ使えるんですよ。あれブワーって燃えるんで、火をつけると。まあ今はいらないんだけど、見てください、水門ありましたよ。水門はね生き物がたまるので何かいるかもしれません。壁になんかへばりついてることがあるんで。よいしょ。あ、意外と浅い。なんかいたぞ。あ、秩父かな。秩父だ。ハゼの仲間ですね。ただこんなちっちゃいの食べれないな。汽水域じゃなくて淡水の腹な気がすんだよな。ここ汽水域なんですよ多分。おいしょ。浅すぎて何もいないな。中もいませんね。増水してたらナマズとか入ってくんだろうけど、泥ごとかっさらうと取れるけど、あ、なんか入った。ザリガニだね。ザリガニじゃないね。水ない水ない。汚ねえ。良さげな川がありましたよ。良さげな、良さげって言っても上流に油が浮いてたんですけど、この中ちょっとなんかいそうじゃない？おらあ、いたいたいた。これなんだ。あ、タナゴだタナゴ。見てください、これ山ぶどうだと思います。カリッカリになっても味見するまでもないけど、まあしてみるか一応。朝顔の種とレーズンの中間みたいな感じ。風味は一切しません。こっちは実が結構なってますね。よいしょよいしょ。お、ほらすげえ紫色の汁がつきましたね。ちょっと食べてみますね。お、ぶどうだぶどう。うまいうまいガチでぶどう。しかもね味がね巨峰に負けねえぐらい甘い。こんなにいっぱいになってますよ。ほら取って、ちょっと待ってね。せーの、よいしょ。はい、取り放題で食べてみ。結構ガチでうまいこれ。味ぶどう。これぶどうだわ。あれいっぱいになってるじゃないですか。あれ食べてみよう。あっちゃー、とろりガチでうまいんだけど、ジャムにできますよ。何これ、超冷たい空気になった急に。ここは大丈夫？入ってヤンキーの幽霊が溜まってたりしない？ここで集会してたりしない？ここだけ急に空気が冷たいのは何だろう。どういう地形なのかな。ほらなんかいた。バスっぽいね。バスじゃないあれ。なんでみんなこんないいとこあんのに遊ばないんだろうね。ここで誰も人がいないんで、夜の池なのに。よっと。あったかいね確かに。よいしょ、捕まえた。この時期のウシガエルはマジちょろいですね。もうこいつは寒いと動けないんで、めちゃくちゃねとろいんですよ。求愛の鳴き声とは違って威嚇の鳴き声ですね。ちょうどいいな。こいつ食いましょうね。何も取れないから。これはいい手羽先になりそうだ。今日はこいつがメインディッシュになるのか。でこのウシガエルはですね、前もお話しした通り特定外来生物なので持って帰って食べるんですけど、生きたままの移動が禁止されてるんですよ。だから持って帰る前に締めます。あ、イグサが生えてますね。見てください。畳の原料になる草ですね。池の周りとかにも普通に生えてます。あと田んぼとかもね。これで編み物とかできるんで、ロープとか作れたりするんですよ。今川の水門に来てるんですよ。あ、なんか待って、なんかめっちゃいたね今。ほら、うわ、来い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 。こんないい水路があったらナマズいない？ナマズはいないか意外と。めっちゃいい。バスだねあれ、ちっこいの。でかいハゼ。見える。あれハゼだよね。でかっ。うわ、スズキ見て。ほらスズキ。おいった。普通の船か。船ね、船もいいね。ナマズはいないか。ナマズ、あ、ナマズいた。でか、待って。ナマズいたわ。ナマズ取ろう。やっぱナマズはいるんだここに。ナマズ戻ってこいよ。愛してるから戻ってこいよ。そこにいるの見えてんだって。お、来た。やばい。お、うまい。おい、そっち行くな。おい、なんでだよ。あれってかさっきのナマズじゃなくない？何匹かいるんじゃないこれ。ほらもう一匹いる。今日ナマズ食べたい俺。これ奥さワンチャン行き止まりなんじゃないの？今からこの水路の中を探検してみようと思います。あ、冷てえけどこれ慣れるレベルの。すげえ、見てこれ。ナマズゲいたらバチコリ照らすんで。いきなりお前いたのか。見てくださいよ。モクズガニですよ。モクズガニうまいんですよね。まあ一回入れといて後で考えよう。鯉溜まってるあそこに。なんか全然逃げないね。あ、いた。ナマズ3匹。ナマズだ。おい。おい、待て。おー、くー。あ、オッケー。あっちに返した。あっちに蹴って返した。落ち着け。落ち着け。お、これ奥行かせたら勝ちやん。ほら奥浅いもん。あ、いた。追い詰めよう。奥浅いからこれ。
た来た来た、よっしゃキッシャ、もうここしょらーしょらー、やったー。興奮で手が震えちゃうんだけど取れたわ。うわ嬉しい嬉しい。こんなにうまくいくことあんの人生が。俺どんだけ人生で徳を積んだの。日本ナマズですね。これは日本在来の外来種のナマズじゃなくて昔ながらのナマズです。あーナマズの香りする。はあ、アメリカナマズとも違うぬるぬるのこの香り。ああ愛しいお前が食うけどよかったな。お前はナマズのおかげで命拾いしたぞ。じゃあね、彼は逃がしましょう。だってナマズがいるんですから。俺にはクーラーボックスがないのでカゴに入れときましょうね。やったーゲット。ありがとう前世の俺。あなたのおかげで私は今ナマズを捕まえられました。よく見たらね、ここの傷ナマズに噛まれた傷ですね。これナマズの歯ってザラザラヤスリみたいになって噛まれるとこういう傷になります。ナマズ同士の喧嘩かな。ちょっと俺もう一回行ってくるわ。探検してくる。よいしょ。まあでも一回荒らしたから戻ってこないだろうな。いないですね今は。あいつらここに溜まってたんですよ。なぜかっていうとこれ流れ込みって言って魚が集まりやすいポイントなんですね。水が流れ込んでて酸素供給量が豊富なのと餌が流れてくるんで待ってるんですよ、肉食魚は。うわ穴だわ。じゃあ行くか。前から俺は言ってますけどね、日本語にある穴があったら入りたいという言葉、あれは実は間違いでして、穴があったら入りなさいが正しいです。穴があったらね、とりあえず入ってその中を探検しろっていう先人の教えですね。そこに新たな世界が広がっていると。この先には何が待ってるんだ。あ、カエルいましたね。見てください。これウシガエルかな。無限に続いてる。これ音鳴らしますね。あ、これなんもねえわ。音がもう綺麗に反響してったんで、この先ずっとこの景色で何もなさそうですね。戻りましょう。だんだん暖かくなってきたぞ。こういうところはね、住宅の熱とかがこもってたりするんですよ、排水とかで。だから冬に来るとなんか意外な生き物がいたりします。でん、ちょっとだけ拭き取ろう。ぬめりの成分はムチンっていう成分なんですけど、無限に出てきます、こいつらの体から。だからいくら拭き取ろうとあまり意味がないんですが、生きてるうちは。あまりにもヌルヌルなので。でもね、そんな臭くないんですよ。臭いんだけど臭くないの。彼はまだ生きていらっしゃいますので、このままさばくとかわいそうだし暴れるので危ないですね。締めていきます。買いましたサバイバルナイフ。どんなもんかなと思って使ってみようと思います。ナマズの場合はですね、頭をぶん殴ります。とりあえずナマズを気絶させますね。これでいったかな。血が出すぎるのでこっちでさばきますね。うわやば、何これ超切れんだけど。刃物ってこんなに切れんの。こんなに切れて大丈夫これ。もうこのナイフさ切れすぎて怖いの。ちょっと見て、ほらやばくない。一回引いただけで切れちゃった。俺の指も一回引いたら飛ぶってことだよこれ。見てください、これナマズのザラッザラの歯です。見た目より全然鋭くて、ナマズに噛まれるとこの傷跡になります。目打ちって言ってタウナギの時みたいに串で頭を刺してこうビッと下ろす方法もあるんですけど、今回みたいに頭を落とした場合はですね、すげえヌルヌル滑るじゃないですか。なのでここにですね1枚紙を敷きます。これだけでももう滑りません。最後の方はですね、ナマズとかの場合あんまり欲張らずにある程度で終わらせた方が手を怪我しないです。ほら何これやばいね。そしたら皮を引いていきます。見てください、これがナマズの身です。すっげえ綺麗でしょ。しかもね、臭くない。いや臭いんだけど、ナマズ臭いからね臭くないの。そしてこっちですね、赤いの綺麗でしょ。ナマズの洗いとか作るとね、ピンクがね食欲をそそるんですよ。ぶつ切りにしてボウルに入れます。こちらに醤油、料理酒、臭み消しですね、生姜、これも臭み消しです。こんぐらいかな。ニンニク、そしてマキシマ。マキシマも今はいらねえか。危ねえ。混ぜ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 。これでしばらくつけておきます。次はウシガエルをさばいていきます。さっき締めたのでこいつはもう死んでます。前はお見せできなかったんですけど、ウシガエルを締めるときはですね、ここの目と目のちょっと後ろ、この辺りをこの向きに刺してください。ウシガエルの頭がこうだとしたらナイフはねこの横向きで、縦に刺してもなかなか締まらないので横向きで締めてあげてください。さばくシーンをこの前丸々映したら広告を剥がされたので、さばきシーンはちょっとカットです。帰りさばきました。ウシガエルに関してはほんとただの手羽先なんですよ。池にいる手羽先ですね。見つけたらラッキーですよ。捕まえて食べてください。でこいつはですね、前回焼いて食べたんですけどフライがうまいんですよ。もうウシガエル本当に美味しいので余計なものは何も入れません。マキシマム振ってここに片栗粉をかけます。これであとは揚げるだけ。鶏肉の調理方法を解説してもしょうがないので詳しいことは省きます。クックパッド調べりゃ出てくるんで、俺が後で載せときますよ。ウシガエルのさばき方っつって。
やっぱやめとこう、怒られそうだから。油入れます。はい、来た。油が温まるまで待ちましょうか。じゃあまず牛ガエルから揚げていきますね。危ねえ。ちょっと落としてしまった。揚げてるんで大丈夫なんですけど、牛ガエルはね、いろいろな寄生虫の宝庫ですので、本当にしっかり揚げてください。取り出していきます。うわ、うまそう。逆にこれをケンタッキーで売らない理由を聞かせてほしいよね。牛ガエルはこれで完成なので、このまま食べちゃいます。じゃあいただきます。うまい。牛ガエルとかってね、汚いところにいても全然臭くないんですよ。なんでか知らんけど。ほとんど鶏肉なんですけど、食感は鶏肉より弾力があります。少しだけ。あー、うめえな。ちょっとさらにマキシマムを散らします。あー、かけすぎ。いただきます。まっ。牛ガエルの可食部はほとんど後ろ足に限定されるんですけど、前足にもちゃんとお肉がついてるので、大きい個体なら食べることができます。チキンですよ、完全に。炭酸水。こんだけうまければそりゃ食用ガエルとかいう安直な名前つけたくなるわ。ナマズがいい感じに味が染みたので片栗粉を入れます。うわー、鯉の竜田揚げを思い出すわ。これ匂いが全く一緒。あの日はね、鯉を釣ってましたけど、本当はナマズを狙いに行ったんですよ。これがやりたくて。もう本当に美味しいからね、みんなに絶対食べてほしい。これはナマズを入れていきます。ここで重要なんですけど、結構長い時間揚げてください。茶色くなるぐらいよく揚げで、このぐらい茶色くなるまで揚げてください。これうまいっすよ。もうこのまま食うだけで。今ね、第2波を揚げてる途中なんですけど、ナマズの唐揚げ食べてみましょうか。いただきます。うめえ、マジでうまい。なんこれ、魚の唐揚げでこのナマズに勝るやつをね、俺今まで知らないんですよ。食べたことないんですよ。ナマズ最強説ある。あー、やば、超うめえ。でん、マヨネーズ。これが超合うんです。マジで信じてないでしょみんな。やばいんですよこれ。このぐらいつけていただきます。そしたら次使っていくのはですね、こちらでん、食パンです。もう何をするか分かった人も多分いないと思うんですけど、今からすごい面白いことをします。耳を切り落としちゃいます。よいしょ。この耳を切り落とす作業楽しいんですよね。これだけを一生やってたいって思った時期が俺にもありました。気持ち細かくして乗せていきます。あんまりでかいとね、乗り切らないので、こんぐらい乗せて上に重ねるじゃないですか。両サイドをですね、包丁のここで潰します。よいしょ。ランチパック的な感じでね、封ができるんですよ、食パンに。あ、危ない危ない。大事なことを忘れていた。ここにマヨネーズを入れるのを忘れずに。マヨネーズをふんだんにかけてください。これでもう一回閉じます。ランチパック状態ですね、今。オーブンに入れます。はい。これでしばらく焼きます。よし、完成しました。でん。おー、いい。マヨネーズの焦げたいい香りがします。焦げた？まあ大丈夫だろ。こういうのは大抵表面だけ焦げてて、裏はね、平気なことが多いです。俺の料理の場合。あ、大丈夫ですね。やべえ、食ってるシーン撮れてなかった。いただきます。うますぎる。昔自給自足キャンプの時にこのナマズを捕まえてですね、まあパンだけ持ってきたんですよ。自給自足じゃねえじゃんそれ。まあパンだけあったんで、ナマズのホットサンド作ったんですよ。もううまっ。大好物になりました。最後いただきます。今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。また見てください。ごちそうさまでした。